どうもこんにちは。今回はブルーノのマルチスティックブレンダーを購入したので、こちらの開封と、あとこちらを早速使ってダルゴナコーヒーを作ってみたいと思います。ではまず開封の方からしていきます。で、こちら見ての通りパーツ非常に多いですね。なんかちょっといろんなことができそうで、ちょっとワクワクしますね。はい、でこちら色の方ですね、今回シルバーを購入しました。シーズン限定カラーとなっていましたね。ちょっとこうラメっぽい感じのキラキラっとしたのが入っていて、非常に可愛い仕上がりとなってます。この箱がやっぱいいですね。これも非常に可愛い感じですね。やっぱこういうの買うとき思いますけど、やっぱ見た目って大事ですよね。ちょっと見た目でテンション上がりますね。でちょっとこれサムネっぽい映像も撮ってみました。で、ここからはちょっとパーツ一つずつ、見ていきたいと思います。で、まずはこのブレンダーですね。大きく分けると、チョッパーとホイッパーとブレンダースティックという3種類に分かれてきます。で、まず今これ見てもらってるのが、チョッパーとなります。で、上からボトルカバーがあって、で今これがチョッパー用のブレードですね、刃ですね。保護カバーもついている仕様になっていました。でこれが、本体ですね、チョッパーボトルとなります。でこれ下のところ後から気づいたんですけど、滑り止めのカバーっていうのがついてまして、でそれ外すと上の蓋にもなるっていうのが下のこう白いところなんですけど、そういう仕様となっていました。で次が本体ですね。これが電源コンセントのところをつないでもらって、このボタンですね押すと回るという作りになっています。で本体色どうですかね。こちらも見やすいかなと思いますが、ちょっとこうキラッとしていて、で落ち着いた感じのシルバーになってますんで、ちょっと大人っぽい雰囲気も含めておしゃれな感じがあっていいかなと思います。でこの本体に先ほどのチョッパーですねを接続して使う形となります。でこの三角形のところですね、こことさっき後ろのところにあった鍵のマークのところ合わせてもらってくるっと回すと接続完了となります。でこちらのチョッパー使ってできることとしては、刻むと砕くという風になってまして、刻むっていうのは本当あれですね、玉ねぎとか入れてみじん切りにしてとか、砕くっていうのは何ってなるんですけど、砕くに関しては氷を砕くことができるようでして、これでこうフローズンドリンクとか作ったりとかができるようです。ぜひちょっと試してみたいと思いますね。で次が、ホイッパーとブレンダースティックとブレンダーカップとなります。でまずはこのホイッパーとブレンダーカップの方から見ていきたいと思います。でホイッパーはね、本当よくある泡立て器と同じですね。これ今くっつけてあるんですけど、もちろん切り離しができて、で基本はそのシルバーの方ですねを洗って使う形となります。でこれ自体ちょっと固めですね。取るのもはめるのも少し固めとなっていました。でこちらがブレンダーカップですね。例えばホイップ作るってなったらここに生クリーム入れて泡立てるような形となってます。でメモリがついていて、500ちょっとまでは測れるようにはしようとしてはなっていました。でこちらもさっきと同じですね。本体と
この鍵のところですね、合わせて、で接続完了となって、これで使えるようになります。でブレンダーカップのところにこう入れてかき混ぜる仕様となっています。でもう一個の、ブレンダースティックも、基本同じですね。でこちらに関しては、潰す混ぜるっていう機能となってまして、一番ちょっと馴染みがない機能なので、いまいち使い方はまだ分かってないものになりますね。であとついてるのは、クリーニングのブラシですね。さっきのチョッパーの刃であったりとか、ブレンダースティックの刃の部分とか、あの辺含めてホイッパーのあれですね、細いところとかもこれで洗えて、あとは説明書とレシピブックですね。これにさっきね、よくわかんないそのブレンダースティック使うとじゃがいものスープ作れたりとか、なんかペーストが作れたりとかっていうのがあったので、その辺ちょっとチャレンジしてみたいなとは思います。でブレンダー紹介以上となりますんで、試運転していきたいと思います。で今回作るのはダルゴナコーヒーですね。ちょっとブレンダー使って作ってみたいと思います。でブレンダーの能力を見てみましょうとしてますが、この後なかなか大変なことが起きましたね。なかなかのこれ能力高いなっていうとこですかね。はい、これで下準備完了となりましたので、今回混ぜるのでホイッパーをセットして使っていきます。なかなか音が大きくてちょっとびっくりしましたね。そしてボタンを押すのちょっと躊躇してるんですが、これ飛び散りそうだなと思いつつ、ちょっと手で回してとかして、ちょっとやった時あれいけると思ったので、あれ飛び散りそうもないなと思ってやったら、予想通りですね。飛び散りました。角度とかあるよねと思ってちょっと考えてやったんですけど、やっぱ飛び散りましたね。パワーが強いのかボールが小さいのかっていうちょっと問題発生となりました。でちょっと気になったんですけどね、とりあえず回して、いきました。でこれ回していくと、徐々に固まってくるので、そうするとやっぱ飛ぶの、減ったというか、ほぼなくなりましたね、飛び散るのは。でもちょっとね、さすがに飛び散りすぎで手もなかなかついてしまったんで、一旦中断して、でちょっと掃除して一回きれいにしました。今日は横のカーテンとかにもついてね、結構大変でしたねこれ。でここからもう一回再開してちょっと仕上げていきます。見てわかると思うんですけど、ほぼ多分これボール内では収まってるような飛び散り具合にはなっています。やっぱ徐々にこの固まってきてる感じも、この回ってるのを見てもらうとわかるかなと思うんですけど、どれぐらいがいいんですかね。あんま硬すぎるのは美味しくなさそうなので、こんな感じかなっていうところで完成としました。でもう一回掃除ですね。さっきちょっと軽くだったので、もう一回ちょっときれいにしてから最後の仕上げに入っていきます。
まあ牛乳に浮いてるのでいい感じかなと思うんですけど、これ牛乳との割合ってどれがいいんですかね。あとストローで飲んだりしてる方もいますけど、それの方がいいのか、混ぜて飲んでるのも見ますけど、混ぜちゃったら意味ないよねと思うんで、割合が難しいなと思いながら、こんな感じで完成となりました。悪くないんじゃないですかね。ちょっと牛乳の方に茶色いのが侵食してるのがちょっと気になりますけど、いい仕上がりです。味はもちろん非常に美味しくて、やっぱ直接飲むとうまく上のところと牛乳が口の中で混ざって美味しかったですね。やっぱブレンダー使ったおかげで非常に簡単に、ちょっと飛び散りましたけどできましたので、またチャレンジしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、また高評価もぜひお願いします。やっぱ飛び散ったのだけちょっと気になりましたね。またブレンダー使っていろんな料理作って動画にしたいと思います。